ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国の寧夏海賊自治区、銀川だ。今回は中国内陸部のこの町に謎のモノレールが走っているという噂を聞きつけてやってきたぜ。寧夏海賊自治区って中国の中でもかなりマイナーな地域だと思うけど、どんなところなのかな？寧夏海賊自治区は中国に5つ存在する少数民族自治区の一つで、イスラム教徒の漢民族、海賊が多く暮らす地域となっている。気候は乾燥していてラクダが暮らす砂漠がある一方、主府の銀川には中国を代表する大河、黄河が流れており、農業も盛んだ。名物はワインと羊肉、そしてクコの実だぜ。杏仁豆腐に乗ってる赤いやつだね。観光地としては、宋の時代にこの地に栄え、モンゴルに滅ぼされた聖火王国の遺跡が有名だ。聖火王国はチベット系民族タングート人の国であったとされ、漢字を元に創作した独自の文字が使用されていた。銀川近郊の陵墓遺跡はまるで中国版ピラミッド。併設の博物館では聖火王国についての展示が豊富で、謎多きシルクロードの王国について深く学べるぜ。聖火文字、異世界の文字という雰囲気でかっこいいね。寧夏海賊自治区の魅力については理解してもらえたと思うので、本題のモノレールに乗りに行こう。これが銀川のモノレール、運気の駅だ。二面一線の構造だが、現在は単線で運行されている。銀川駅から8キロほど離れているぜ。駅の窓口でチケットを購入する。運賃はなんと40元。非常に高額だぜ。びっくりするほど高いね。走行距離が長いのかな？走行距離はたったの5キロ。このモノレールは公園内を一周するだけのアトラクション路線なのだ。駅は数カ所あり、一度チケットを買えば乗り降りは自由だぜ。乗り放題としても40元は高い気がするね。自動改札機が存在しているが、現在は機能していない。脇をすり抜けることができるが、警備員が見張っているため、40元の切符を買わずにホームに上がることはできないぜ。モノレールは2017年開業。現在は物置になってしまっているが、お土産屋さんもあり、観光の目玉であったことがわかるぜ。エスカレーターに乗りホームに上がる。早速、モノレール車両が入線してきた。本数は意外と多く、運行間隔は10分だぜ。なかなかかっこいいデザインの車両だね。そうだな。丸っこい流線形のデザインは371系や885系を彷彿とさせる。1000円の連結機カバーは0系新幹線っぽさもあるね。列車は3両編成で、車両長は日本のモノレール車両に比べて短い。車両側面の上部には小さなライトが並んでおり、夜は光るんだと思うぜ。この車両は電気自動車メーカーの BYD 製である。小座式モノレール、運気は BYD が売り出し中の都市交通システムだ。基本的な技術は既存の小座式モノレールと同じだが、自動運転や軽量車体などが売りとなっている。銀川のモノレール路線は BYD の試験路線兼、花博記念公園の目玉アトラクションとして2017年に建設されたものだ。今のところこのモノレールが都市鉄道として採用された例はないため、BYD 製モノレールは銀川限定だぜ。愛知万博で建設されたリニモのような存在なんだね。そうだな。ただ、銀川のモノレールは公園内を時計回りに一周するだけの路線なので、万博終了後は通勤路線となっているリニモとは異なり公共交通機関としての価値は皆無だ。しかし、広い公園内の移動手段や観光資源として一定の需要があるらしく、花博から8年が経った今でも運行されているんだぜ。車内に入ってみよう。切符が40元と高額なのでガラガラなのかと思ったが、意外と乗客がいたぜ。車内はこんな感じ。緑でまとめられた近未来感のある内装だ。天井は緑で、照明はランダムな三角形のおしゃれなデザインになっている。連結部は貫通路が片側に寄った不思議な形だ。車両端の車輪の格納スペースが車内に飛び出しているためこのような形になっているのだ。運転台はこんな感じ。車体には自動運転と書かれているが、現状は有人運転を行っている。運転席後方にも、車輪を格納するためのデッドスペースがあるぜ。日本でよく見るモノレール車両に比べるとデッドスペースが多いんだね。日本で主流の日本小座式と言われる規格のモノレール車両は車高を高くすることで車輪のデッドスペースの問題を解決しているが、その代償として車体断面が大きくなっている。BYD のモノレールは車内にデッドスペースが多い代わりに車体断面が小さく、これはトンネルなどを作る際には有利な特徴だぜ。このモノレールの独特な連結部分のデザイン、前にもどこかで見たことがある気がするね。よく気づいたな。以前にこのチャンネルで紹介した、バンコクのモノレール車両にそっくりなんだぜ。バンコク、イエローラインの車両はボンバルディア製のイノビア300シリーズというものだ。自動運転に対応したモノレール車両で、最高速度は80キロだ。製造は中国の南京ホチン車両などで行われており、バンコクの他にも、ブラジルのサンパウロや中国安徽省ブコの都市鉄道で採用されている。BYD 製モノレールは規格が近いボンバルディア製車両を参考にした部分も多いのかもしれないぜ。BYD モノレール、肝心の乗り心地はどんな感じなのかな？今回は BYD 製モノレール運気の営業路線、1周 5.7 キロを勘定してみるぜ。
モノレールは1号駅を出発後、道路を渡って花博公園の中に入っていく。速度は自転車程度だね。そうだな。たった5キロの観光路線なので速度を出す必要はないのだろうが、都市鉄道として見るとあまりに遅い。その分揺れは少なく、乗り心地は良いぜ。実際、どの程度の速度が出せるのか気になるところだね。BYD の公式サイトでは速度についての記載は見当たらないので、都市鉄道として採用した場合の列車速度は謎だぜ。車内の画面では BYD の宣伝動画が流れている。この車両は3両編成だが、運気は2両から8両までの増結が可能とのことだぜ。運気には1号駅から8号駅まで、8カ所の駅がある。ただし、実際に停車するのはそのうちの4駅ほどだ。先ほど乗車した1号駅以外は屋根のない簡素な作りの駅である。営業していない駅はそのまま通過していくぜ。あいにくの天気だけど、風景はなかなか綺麗だね。そうだな。花博公園は大きな湖に面しており、公園内には多数の川がある。乾燥した寧夏海賊自治区にありながら緑豊かな空間だぜ。6号駅で下車してみた。屋根のない簡素なホームだが、ホームドアは整備されている。各駅の停車時間は非常に長く、5分以上止まったままだ。もともと速度が自転車並みで各駅の停車時間が異常に長いため、5.7 キロを一周するのに30分以上かかるぜ。新幹線のような外見の割にのんびりしたモノレールだね。そうだな。BYD 製モノレール、運気は、技術面では目新しい点が少ない普通の小座式モノレールなのだが、車両のデザインにこだわり、あえてモノレールではなくスカイレールと呼称することで、未来の都市交通というイメージを強調し売り込みを図っているのだ。2017年から現在に至るまで、銀線以外での採用例がないというのは気になるところだが、40元という高額な価格にもかかわらず椅子に座れないほど乗客が乗っていたので、銀線の観光資源として一定の成功を収めているのは間違いないぜ。確かに、一度は乗ってみたくなる良い外見の車両だよね。花博公園は特段見どころがあるわけではないが、緑豊かな風景を一段高い視点からのんびり眺めるのはなかなか良い体験だぜ。突然ですが、2025年6月14日にゆっくり海外鉄チャンネル初のオフ会を開催します。場所は東京、目黒のイベントバービール目黒店で、17時から22時までウプ主が1日店長を務めます。海外の鉄道に興味がある人たちで楽しい時間を過ごしましょう。皆様のご来店をお待ちしております。8号駅付近には車両基地がある。BYD 製モノレールは7編成が在籍しているそうだ。車両基地はたった 5.7 キロの単線とは思えないほど大規模だぜ。アトラクションレベルの路線に5本の誘致線や7編成もの車両が必要なのかは疑問だけど、試験路線の意味合いもあるから大型なのかもね。列車は1号駅のある公園の正面ゲートに到着した。正面ゲートの広場ではモノレール車両を間近で見ることができるぜ。今回の動画はここまで。寧夏海賊自治区、銀線の超低速モノレール。興味が湧いた人はぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。